SUV っては割とカクカクしかじかっていうかさ、はベストモータリング風にですね、やっぱこうチープな音はいかがなものかということで、ホーンの音をちょっと聞いてみたいと思います。まあヨーロッパ車らしい音だよね。さあそれではじゃあトヨタ車ライズの音いってみますか。ライズの音ね。まあこれ日本車としては普通でしょうね。普通のファミリーカーの音ですよ。やっぱこうドイツ車ヨーロッパ車っていうとああいう重い音しますよね。これはもう本当に通常の日本車の音だと思います。フォルクスワーゲンだってもう室内が高そうに見えるもんね。これはブランドですよね。と思うな、高そうだもんだって室内がそのメーターパネルもそうだし、センターコンソールから安っぽいところがない。そういうことですよね。だからそういうところだよね、うまいのは。だからその積み重ねが100万円高になっていくってことですよね。と思うね。130万高いだけのことあるなっていう、その顔のフロントグリルの作り方にしてもさ、安っぽさがない、じゃあ室内はって言ったらこういう遊び心がさ、何もこんな線入れなくてもいいじゃんって日本人は思うかもしれないけど、おしゃれだなって思うしさ、だからその値段なりの手のかけ方というか、そういう遊び心というか、そうだからこうやって比較してみるとね、だからライズはライズで230万ですげえいいじゃん、これ230万だったらこれお買い得だよ、じゃあこうやって比較してみるとってなると、やっぱり同じ1リッターターボ FF でも130万高いとこんなに違うんだっていうね。なんだろう、やっぱこう室内でも高級感があるしさ、そうですね。日本車、どこのメーカーもそうだよ、いくらで作んなきゃいけない、売り値は決まってる。そうするとじゃあ経費っていくらかけられるのっていうね。しかもね、もちろんライズはトヨタの SUV ラインナップの中で一番低い、っていうか一番底辺の車なので、その上にはラブ4もあり、ハリアーもあり、どんどんあるわけですから、そことのコストの紙張っちゃうと良くないわけですからね。だから本当に200万円で買える SUV を作りなさいっていう命令のもとに作られてますからね。ちなみにこの車336万円ですから、土屋さんの手掛けたモデューロ X、ベゼルモデューロ X と値段が微妙に近いですけど、近いねだからなんだろう、我々的にはフォルクスワーゲンとどうぞ乗り比べてくださいっていうものはあるよ。いやそれはもうもちろんあるよそれは当然ですよ。そうですよね。狙ったのはやっぱりヨーロッパ車だからね、乗り心地だとか質感だとか、それはやっぱり日本車もそうなんだけど、やっぱりヨーロッパ車の SUV と比較してどうかっていう、そういう作り込みはしてるよ。ヨーロッパ車の SUV、今乗ってる車もそうですけど、ヨーロッパ車の SUV の乗り味で言うと、土屋さん的には一言ではパッてこれいうものが特徴って何かありますか？特徴的にはやっぱりいろんな SUV 乗ってみて、ポルシェのカイエンだね、すげえなこれいや本当に、じゃあ何がすげえの、カイエンのどこがすごいのって言ったら、2トン以上あるものがその4軸に対してしっかり仕事してる、四輪が仕事してる。だからもう言い方悪いけど、そのヨーロッパ人がアウトバーンなんか全開で走ってももうなんともないっていう、ものすごい接地感があるし、あれはすごいなと思う。びくともしないとしないあれをだって俺群載で走った時びっくりしたもんねこんなに巨漢が2トンもあるものがこんなに走るみたいなさ、あれはびっくりしたな。ある種ね、ポルシェカイエンというと、フォルクスワーゲン、菊池もフォルクスワーゲングループのトップエンドの SUV じゃないですか。それからするとこれが一番の底辺っていうか、エントリーモデルになるわけですけど、やっぱそういうところの多少の香りというか、同じ思想っていうので作られてる感じがしますか？どうかな。
それはまあやっぱりそこまでスポーツカーには振ってはいないと思う。振ってはいないと思うな。やっぱりこういう車ってじゃあ限界走行を試す必要があるのかなっていうさのはあるよ、うん、ね、はい、だからやっぱりポルシェカイエンだとかスポーツカーだとかってなると、じゃあ限界性能、その限界に達した時にどうなのって、安全なの危険なのっていうのは見るよ、はいはい、だけどこういう車でさかっ飛ばす人って俺いないと思うわけよ。そうですね、おっしゃる通りね、はい、まあヨーロッパ車選ぶ人って割とスピードは出すよ、はいはい、レンジは高いです、ね、そうでもライズに乗る人は俺は飛ばさないと思うな。そうですね、多分まず、せいぜい郊外路、要は50キロ60キロが制限で、ほぼ高速もほぼ乗らない、と思うねそういう感じの層が乗ってますよね、ライズは。それからするとやっぱりこちらはやっぱり高速も使って出かけるよっていう人が狙ってくる車なのかなって気もしますよね。まあ、実際同じ、馬力は違うんですけど CVT と、DSG っていうパワートレインの若干違いがありますけど、やっぱ DSG ってこういうなんか特徴的なものってありますか？まあ CVT よりはうるさくないよねCVT が悪いんじゃなくて、じゃあそのツインクラッチとどっちがいいって言ったら、それはこっちの方が静かっていうかな、ちゃんとその回転域スピード域に合ってるギアを選択してるっていうのは感じる。もちろんその CVT は CVT で燃費が伸びるからいいんだけど、これはこれでやっぱりその音とスピードが合ってるなと思う。はいはい。やっぱりそのエンジン音とかやっぱそういう音とやっぱり速度感っていうのは大きいですよね。その気になりますよね。落としてんの伸びないっていうのってすごくこうさっきの違和感を感じますよね。そう、だから音と車速で目から入ってくる視界から入ってくるものっていうのはやっぱり合ってないと、だそういうふうに考えるとこのツインクラッチの方が俺は好きだね。そう土屋さんの感覚に合うこう、加速感音っていうのが見えるものが全てこうピタッとはまってるってことですね。俺的にはそうだな。燃費気にする人はね CVT に行くしさね、で俺みたいにこう視覚聴覚っていうものからなんつうの、そんな細かいこと言うなよっていう人もいるけど、気になる人的にはこういうツインクラッチの方が好きかな。どうですか、この1リッターターボっていう小排気量に DSG っていうのは、そんなになんかマッチしてないって感じもないですか？全然ないでしょ、全然ないわ。むしろ1リッターターボに DSG 入れるっていう贅沢オートマでいいじゃん、だからそこにやっぱりそのなんだろう、ヨーロッパ車の魂みたいのを感じるよね。普通1リッターターボだからもう普通のオートマにしとけよっていうぐらいの俺らから見るとね、だからそこはやっぱりちゃんとしてるなと思う。1リッターターボをバカにしてない、DSG 入れちゃうんだからさ、普通考えたら本当に今までの従来のオートマでいいわけじゃんコストを考えたら、オーソドックスは680ぐらい、そうだからそう考えたらやっぱりちゃんとしてるなと。フォルクスワーゲンってのは昔からちゃんとしてるけどね、その作り込みがものすごいしっかりしてるじゃん、フォルクスワーゲンは。そうですね、そういうブランドですよね、しっかりと作ってる。そうだから GTI にしてもさ、もう全開でその軍祭なんか攻めても、後ろ絶対出ないからね。だからそれが面白くないっていう人もいるわけよ。だけど絶対安全なファミリーカーっていうのはそこじゃない？おっしゃる通りね、後ろは絶対出さない、リア流れたらおしまいでしょ、ファミリーカーじゃないでしょっていう考え方自体はフォルクスワーゲンですげえなと思うよ。だからはっきり言えばやっぱ自分たちのブランドっていうのはどういう評価をされてるかっていうのは分かっているからそこを逸脱しないってことですよね。と思うんだよね。俺ベストモータリング時代って、
なんだよフォルクスワーゲンってあんたしか出ねえだろみたいな思ってたんだけど、はいはい、やっぱ本当になんか大人になってくるとさあファミリーカー4ドア以上に必要なものってこういうことなんだろうなっていうね。じゃあ普通の人が飛ばした時にはそんなアンダーは出ない、はい、我々みたいな暴れん坊が運転した時にアンダーが出るスピードの領域が違うわけじゃない、はいはい、だからそういうふうに考えるようになった。ああフォルクスワーゲンの考え方ってこうなんだろうな。4ドア以上のものファミリーカーって絶対にリアが流れちゃいけないっていう考え方で作ってんだろうなと思う。まあ普通の人がアンダーとかなんか出た時も立て直せないですもんね。いやそうなんだよ本当に。だからそのアンダーが出た時のためのこのサイドブレーキねサイドブレーキこれ絶対必要なわけよ、ね、はい、いざという時のサイドブレーキ。なるほどなるほど。いや例えばだよ、電波いやだって雪道行きましたってね、はい、ハイドロプレーニングを行きました、はい、言った時にじゃあ前からぶつかるしかないわけだ、アンダーステアって、はいはい、それを回避するのは家に帰れるのはラジエーターを潰さないこと横からぶつけてなんとかこんなになっても帰れるようにサイドブレーキを。ああそういう考え方もありますね。俺はねいやでも確かにフロントから行ったらエンジンもう帰れないわけよ。そうですよね、ラジエーター行っちゃったら、はい、でサイド引けて、横のボディドア1枚ぐらいちょっとべっこりだったら帰れるわけですよね。そう、だからそれはもう俺の走り屋時代の教訓だよね、はい、もう絶対に前からぶつけない。やっぱ若い頃って、はい、あーぶつかるってもうフルブレーキングで前からぶつかってたの、はい、そうするとラジエーター行っちゃうと家へ帰れない、はいはい、だからそういうのでやっぱり学んだよね。車は絶対前からぶつけちゃいけない、はい、じゃあ何をすべきか、サイドブレーキ引いて横にぶつけろよっていうねなるほど、やっぱりってことはやっぱり FF 車ほどやっぱサイドブレーキ必要だって必要なるほど、絶対必要。なるほど、だから新型ヤリスはついてるんですね、サイドブレーキがだから分かってる人が作ってる。おお、なるほどね。そうですね、それは重要。そう言われてみるとそうですよね。で昔俺スバルに文句言ったことがあるの、はい、なんでスバルのサイドブレーキはフロントがロックするんだそれじゃあサイドブレーキの意味がない、はいはい、そうですよね。そうリアがロックしないと。そうリアがロックしないと逃げようがない。その時スバルのなんかエンジニアなんか言ってたんですよ。そんな風に使う人いません。確かにそう思うとサイドってそうだなって思いますよね。サイド引いてエンジンを潰さないようにするっていう、すごいこっからこじつけ感はありますけど、やっぱりだから衝突回避ブレーキって大事なんですね。前にぶつからないようにするために安全装備つけると。サイドブレーキは絶対重要。いややっぱり130万高いだけのことはあるな。どの辺に130万の高さ納得感はありますか？やっぱりね、サスペンションの入力の仕方、やっぱりそのライズと比べた場合で、比べなきゃ絶対分かんないと思う、だから比べた場合ヨーロッパ車って奥深いな、その質感が高い入力の仕方をするギャップのね、別にライツが安っぽいとか言ってるわけじゃない、230万でよくできましたっていう車、だけど130万高いフォルクスワーゲンの方はなんかギャップの入力の仕方が高級車っぽいなっていうのはある。くしくも同じサスペンション形式なんですけど、やっぱそれでもやっぱりこう入力の仕方違うね、違う。向こうはやっぱり本当になんだろう、230万でよくできた車だなと思うけど、これはこういう今のギャップね、乗り越えてんだけど、入力の仕方が優しい。そうですね。入ってきた時のこうやっぱり角が丸くなってますよね、こちらの車。やっぱ向こうはいい意味でダイレクト感っていうか、ガツガツってくるのはありますよね、これはね、ギャップの入力の仕方が優しい、そうですね。丸みを帯びてるよね、やっぱ
き土屋さんがおっしゃられたやっぱこれはロングツアラーをこなせるよねっていう作りになっているっていう、足回りそしてその、含めてそういうことですよね。やっぱ向こうは街乗り重視っていう。そう、ちょっとそこまで、やっぱこういう入力の時にギャップの入力の時にヨーロッパ車だないいなっていうさそういうのは街乗りの方がより出ますよね、道が悪いんでだからそうだね、その継ぎはぎだらけだとか、ギャップとかアンジュレーションの多いところに行けば行くほどヨーロッパ車の良さが出るっていうかさ、まあ、シートは疲れにくいってことですもんね、やっぱり思うんだよね。このシートめっちゃいいじゃん。シートいいですか？いい。どういうところがいいですか？疲れないもん。全面にこう当たってる感じがする。こうすっぽりとこうそう、体を腰から肩まで全面に当たってる感じがする。そう、ダメなシートってその一部分しか当たらないんですよね。そうなんかね、ベッドで言えば硬いベッドだから寝て起きた時に疲れちゃうみたいなねこれはね、反発するから腰から肩までなんか全面にこう当たっててくれるから、座り心地がいいっていうか疲れないんだろうね、これ。だから同じまあくしくも1リッターターボっていうパワートレインに乗せているものの価格帯が100万円違うけれども、そのやっぱり土屋さんの思う合格点というか9大点はともにクリアしてるよね、全然クリアしてるよね。まあこれもまあそれなりに結構売れてる車なんですけど、まあ売れてる理由は分かるかなっていうことですね、ライズも含めて売れるわけだなと思う売れるわけ、トヨタのライズ、そしてフォルクスワーゲン、2社乗り比べましたけれども、結果として200万円台のライズ、これはもうこれはこれで正解です。で300万円台のフォルクスワーゲン、これはこれで正解です。その100万円の差が100万円しか違わないんだったらフォルクスワーゲンっていう人と、100万円安いんだったらライズにするっていう人と分かれると思います。それはそれでもう本当に好みもあるし金額もあると思う。ただ200万円の車のライズはすごくよくできてる。でそれをワンランク上に引き上げてるのがフォルクスワーゲンじゃないかなと思います。